おはようございます。ケンです。今回はテスラ株のチャートを使って今実際に何が起きているのか、これを整理していきます。今回の分析はテスラの株価チャートを AI に読み込ませて、そこから AI が分析したものになります。信じるのではなく参考にしてもらえればと思います。ではよくあるこれから上がるのか下がるのかという話は今日はしません。予想や感情、ストーリーは一度すべて横に置いて価格、出来高、そして注文フロー、この3つだけから事実を確認していく動画です。最近のテスラ株は高値から下がってきている。雰囲気があまりよろしくない。そう感じている方も多いのではないかと思います。ただ、相場で一番危険なのは雰囲気で判断してしまうことです。今日は今が恐怖の下落なのか、それとも高値圏での整理なのか、この違いをチャートから冷静に見ていきたいと思います。では、まず最初に今日の分析ルールをはっきりとさせておきます。この動画では上がる、下がるという断定はしません。また、これは投資の助言でもありません。売買を進める動画でもありません。あくまで今チャート上で起きている事実、これを整理するための動画です。では最初に週足から見ていきましょう。週足は相場の大きな流れを見るための時間軸です。現在のテスラ株は過去数年の上昇トレンドの中で見ると高値圏のやや中段あたりに位置しています。ここで大事なのは週足レベルで明確にトレンドが崩れた形になっているかどうかです。週足の構造を見ると安値と高値の切り上げはまだ完全には崩れてはいません。一方で直近の高値付近およそ500ドル近辺からは明らかに上昇の勢いが鈍っています。つまりトレンドが終わったっていうよりもトレンドが一度急速に入っている、そういう状態に見えます。ではここで出来高も確認しておきます。もし相場が本当に壊れる局面であれば、週足レベルで明らかに出来高が膨らむことが多いです。ですが、現在では高値圏で出来高が急増している様子は見られません。これはパニック的な投げ売りがまだ起きていないという一つの材料になります。はい、ではここまでを週足だけで整理をしてみると、テスラ株は上昇トレンドが崩れたと断定できる段階ではありません。ただし、勢いよく上を追いかける局面でもない週足では高値圏での調整もしくは再評価のフェーズに入っているように見えます。では次に日足を見ていきます。日足は今の調整が恐怖による下落なのか、それとも整理による調整なのか、これを判断するのにとても重要です。日足には20日、50日、200日の移動平均線を表示しています。現在の価格は短期の20日移動平均線は下回っています。ただ50日移動平均線付近では一度動きが落ち着いている状態です。200日移動平均線はかなり下の水準にあり、長期トレンドとの距離はまだ十分にあります。ここで注目したいのが下げ方です。急激に一気に売られている形ではありません。下がっては止まり、戻ってはまた整理される。そんな動きが続いています。この動きは恐怖で一斉に売られている相場とは少し性質が違います。日足の RSI も見ていきます。現在 RSI は45前後です。これは売られすぎでもなく、かといって強気でもない、非常に中立的な水準です。相場が本当に怖い局面では、RSI は30付近、もしくはそれ以下まで一気に落ちることが多いです。ですが、今はそこまでの反応は出ていません。はい、ではここまでの日足の情報を整理すると、今の調整は恐怖が主導している下落っていうよりも高値圏でのポジション整理、需給の調整に近い動きに見えます。つまり感情が一気に崩れている相場ではないという点が今の重要な事実です。ここまでが週足と日足を使った整理になります。ではここからは時間軸をさらに落として4時間足を見ていきます。4時間足は短期資金が今どのように動いているのか、その本音が出やすい時間軸です。まず4時間足の価格の動きを見ると、現在のテスラ株はおよそ430ドルから450ドル付近で行ったり来たりをしています。一方向に強く下へ走っている形ではありません。下げる場面はあるものの、毎回どこかで止められてレンジの中に戻されています。
ここで重要なのは下がっているかどうかではなく下がり続けられているかどうかです。もし売りが完全に優勢であればサポートを割った後一気に値幅が出やすくなります。ですが今の4時間足では売りが出ても値幅が広がらない状態が続いています。RSI も確認しておきます。4時間足の RSI はおよそ43から45付近で推移をしています。これは短期的には弱さを示してはいますが、売られすぎの水準ではありません。短期資金は売りに傾きつつも、売り切れるほどの勢いはまだ出ていない。そう読み取れます。では、ここで出来高とボリュームデルタを組み合わせて見ていきます。まず出来高です。日足、週足ともに下落局面で出来高が急増している場面は確認できません。これは多くの投資家が一斉に逃げる、いわゆる投げ売りの形とは違う動きです。次に4時間足のボリュームデルタです。デルタはマイナスが続いています。つまり、成り行きの売り注文は確かに多く出ています。ですが、ここで一つ大事な点があります。それはデルタがマイナスであるにもかかわらず、価格が大きく崩れていないという事実です。これは売り注文が出るたびに、どこかでそれを受け止めている買いが存在している可能性を示しています。もし受け止める買いがなければ、デルタがマイナスに傾いた時点で価格はもっと素直に下がります。ですが、現状はそうはなっていません。この動きっていうのは短期資金の手仕舞いや分配を中長期の資金が吸収している形にも見えます。はい。では、ここまでを整理すると、今のテスラ株は売りが出ていないわけではありません。ただし、売りが相場を支配しているという状態でもありません。短期の売りとそれを受け止める買いが拮抗している局面です。では、今は攻め、待ち、備えのどの局面なのか、この3つで整理してみましょう。まず、攻めです。テスラが再加速している、出来高が伴っている、こういった条件は今はまだ揃ってはいません。次に待ちです。方向感が出るまで何も決めずに見るという意味では非常に妥当な局面です。そして備えです。個人的には今はこの備えが最も重要な段階だと考えています。備えっていうのはポジションを取ることではありません。どの価格帯で何が起きたら自分の見方を変えるのか、これを事前に整理しておくことです。相場は必ず価格と出来高で答えを出してきます。僕たちがするべきなのは、それに感情で判断するのではなく、事実を確認し続けることです。では、最後に今日の内容を一文でまとめます。テスラ株は今、恐怖による下落ではなくって、高値圏での整理の調整にあり、売りが出ても価格が崩れない点が最も重要な事実です。この動画は投資助言ではありません。最終的な判断は必ずご自身で行ってください。相場はいつも感情ではなく価格と出来高が次の方向を教えてくれます。今回の整理が冷静な判断の一助になれば幸いです。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。はい。では追伸です。AI を使った分析いかがだったでしょうか。これからの時代、AI をどれだけ使いこなせるのか、ここが非常に重要になります。僕は AI に使われる側、つまり AI に奪われる側になるのか、それとも AI を使う側になるのか、どちら側になるかでこれからは大きく変わると思っています。皆さんはどうでしょうか？なので僕は今結構 AI について勉強しています。その勉強したことをオンラインサロンの方でも教えていますので、AI をちょっと勉強しようかなと思われる方はサロンの方にも来られてみてください。サロンへの参加をご希望の方は公式 LINE にてお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい。では今日の内容は以上です。今日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。